皆さんこんにちは。ルカチャンネルのルカです。本日の動画は 3on3 デッキの紹介になります。先日参加してきた公式 G3 大会で、優勝させてもらったわけなんですけれども、念願のね優勝を記念して僕がその時実際に使った 3on3 デッキの、カスタムのねご紹介をさせていただきたいなと思っております。ぜひね最後までご視聴いただいて、皆さんのねカスタムの参考になれば嬉しいなと思っております。そんなわけでそれぞれ3つのベイブレードのカスタムの特徴をそれぞれ皆さんにお話ししていきたいなと思っております。それではまず1機目、こちらウィザードロット 360B。 こちら安定の回転力と最強のスタミナを誇るベイブレードのカスタマイズになっているかと思います。こちら安定的なスタミナ力で1ポイント獲得するためのベイブレード。その特徴はブレードのウィザードロット、外重心で径が大きくまん丸形状となっております。ブレード側面もかなり滑らかなのでアタックの受け流しがかなりできます。しかも重量が 35g 台となっておりまして、スタミナタイプとしては最重量級のね重量を記録しているかと思います。でしかも遠心力で粘れて、重量もねあって、で丸い形状でアタックも通りづらいときたらね、ほぼほぼ弱点はねなさそうなんじゃないかなっていうふうに思っております。でラチェットは360。僕個人的な感覚としましては960から360にしたことによって、バランスがね取りやすくなったんじゃないかなと思っております。で大会ではね960を組み合わせてる方が、多い印象はあるんですけれども、結局はねパーツの組み方の、精度次第なのかなと思っております。よって、僕の場合は360を採用しておりまして、最後ねビットのボールなんですけれども、こちらはスタミナ軸としては最強クラスです。姿勢を崩してもね後半まで回転できるし、シュートした後ね程よい動きをしてくれるので、相手のアタックをね回避することもできます。そんな感じで今このウィザードロットはスタミナタイプとして間違いなく最強だと思っておりますし、ワンベイでもねめちゃめちゃ多くの方が使ってるカスタムだと思っております。ただねネガティブポイントがあるとすれば、径がね大きくなっているので、アタックがねこう当たりやすくなっているので、それをねうまく回避していかないと、あっさりオーバーされちゃうなんてこともあるので、ちゃんとね1発目2発目3発目とね回避することができれば、あとはねスピンで確実に勝つことができるカスタムになっているかと思います。続いてはこちらフェニックスウィング 960R。 はい、皆さん今でもねやっぱりこれアタックタイプとしてはめちゃめちゃ人気のねカスタムになっているかと思います。今ねウィザードロットが出てきたことによって、若干ねこのアタックの弾き性能っていうのが、今まで通りとはいかなくなったとはいえ、なんだかんだ言って今でもこのアタックタイプとしてはフェニックスウィングが一番ね安定してるんじゃないかなと思っております。こちらフェニックスウィングのブレードですね。こちらは 38g の重量と3枚刃による弾き飛ばす性能で高得点を狙っちゃいます。しかもスタミナ系のベイであろうと、比較的強いアタックをね何度も与えることができればスタミナを削ってしまうこともできると。でラチェットは960にすることによってラチェットバーストするリスクも軽減し、さらにラッシュビットの10枚刃ギアでエクストリームダッシュのスピードを抑えられて連続的なアタックが再現できますと。今でもねこのフェニックスウィングっていうのは 38g 台の最重量級となっておりますし、やっぱりねアタックしたいんであれば、安定性といったね、側面も含めてこのフェニックスウィングのラッシュビットが、一番アタックタイプとしてはね、無難なんじゃないかなというふうに思っております。そして最後にご紹介するカスタムがこちらドランバスター 560LF。 はい、やっぱり皆さん僕はやっぱドランですね。前回はですねシャークエッジのカスタマイズで3on3 デッキの紹介させてもらったと思うんですけども、3on3 デッキね最後準決勝に進む段階でめちゃめちゃ迷ったんですけど、僕はねあえてこのドランバスターをチョイスして、優勝させてもらうことができたといったね感じになっております。やっぱりねドランが戻ってきたということでね、大会でもねかなり活躍してくれましたし、運よくねこの一撃特化の攻撃っていうのがね相手に刺さって、そのおかげで優勝できたんじゃないかなというふうに思っております。いずれにしてもエクストリームフィニッシュとか、オーバーとかね、あとはねやっぱバーストをね狙ったカスタマイズとして、こいつを採用することになりました。
はい、それではね、ブレードのドランバスターですね。こちらはね、1箇所に突き出した大型攻撃刃で、一撃の火力を最大限に上げております。変重心となっているので、ラチェットの560にすることによって、遠心力とバランスを整えております。そして、LF ビット、ローフラットビットですね。こちらが通常の F ビットよりも 1mm 身長が低くなって、エクストリームダッシュの加速力がアップしていると。よって、シュートしてすぐにエクストリームラインに乗っかって、エクストリームダッシュとともに最大火力でアタックしに行けちゃいます。はい、こちらね、ドランバスターなんですけども、低身長による最高火力でアタックが決まれば何かが起きると。エクストリームフィニッシュとかオーバーフィニッシュを決めることはもちろんできると思うんですけれども、やっぱりね、バーストを狙ったカスタムとしてめちゃめちゃいいんじゃないかなって個人的には思っております。はい、皆さん、今回は G3 大会優勝させていただいた 3on3 デッキのご紹介をさせてもらったんですけども、皆さんいかがだったでしょうか？今までね、何度も大会に挑戦しては、1回戦で負けてしまったりとか、惜しくも優勝を逃してね、3位になったりとかっていうのはいろいろあったんですけど、いろんなね、ストーリーはあったんですけども、なんとかね、優勝できてめちゃめちゃ嬉しいなというふうに思っております。やっぱりね、こうやってみて、いろいろやってみて思ったんですけど、ベイブレード X シリーズね、アタックもちろんね、押してますし、強いんですけども、やっぱり今の環境だとワンベイは、スタミナのウィザードロットかな。やっぱりウィザードロットがね、なんだかんだ今安定してるんじゃないかなって思っております。僕個人的な考え方としては、ワンベイはね、もうね、耐えるしかないと。やっぱり勝てる再現性の高いカスタムじゃないと、今なかなか厳しいですし、そこをね、乗り越えたら、3on3 デッキでね、バトルして遊ぶことができるので、バーストの頃からね、一緒なんですけれども、やっぱりね、ワンベイはなんとかして勝ちたいよねっていう感じです。ワンベイをね、なんとか耐えることができれば、もうあとはね、ご褒美として 3on3 でね、遊べるみたいな感覚でね、頑張ってみてはいかがでしょうか。もちろんアタックタイプで、シャークエッジですとかドランバスターとかでね、ガンガンアタックでもう初戦からね、相手を飛ばして勝ち上がる方もいらっしゃいますし、マジですごいなと思うんですけれども、やっぱりね、アタックで今行くんだったら、僕個人的にはね、フェニックスウィングが、一番安定してるんじゃないかなと。スタミナ面に対しても、一応、最後スタミナ残すこともできるので、アタックで行くなら、フェニックスウィングが一番無難なんじゃないかなって僕は思っております。ぜひ皆さんもおすすめのカスタム、そして 3on3 デッキのね、おすすめのデッキなんかありましたらね、その構成をコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、そんな感じで本日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。このルカチャンネルではですね、ベイブレード X の最新情報から商品レビュー、それからシネマティックなベイブレード X の映像表現もやっておりますので、ぜひ皆さんチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。ルカチャンネルのルカでした。バイチャ。